地球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はウルトラマンが敵と戦って時間切れ、エネルギー切れになったシーンの中から印象深いシーンを紹介していこうと思います。時間切れのシーンって多くのウルトラマンに設けられている3分しか戦えないという設定をちゃんと活かしていて、精一杯戦ったけど間に合わなかった感が圧倒的な力でねじ伏せられた時の絶望感とはまた違った独特な哀愁のようなものを漂わせる非常に感情が動かされるシーンですよね。まずゼットン戦を除いて初代ウルトラマンが時間内に倒せなかったのはゴモラだけで、この時はもう時間ねえなみたいな感じでギリ飛んで帰ってるので、時間切れになったらどうなるんだっていうのは示されていなくて、倒せなかったは倒せなかったんですけど、時間切れ感はそこまでなかったんですよね。ああ逃げられたなって感じで、そういう意味で最初に時間切れってなって、あ、ウルトラマンって時間切れになったらこうなるんだって明確に示されたのは帰ってきたウルトラマンの第4話のキングザウルス3世戦ですね。この戦いで帰ってきたウルトラマンはキングザウルス3世を倒しきれずに消えてしまいます。このシーンが我々が初めてウルトラマンの完全な時間切れを目にした記念すべきって言ったらあれですけど、初めてのシーンです。ちなみに当時 3,4 歳経った弟にこの回を見せたら泣いてしまいました。可愛いですね。でもこの戦いでは必殺技を完封されて太ももに角をぶっ刺されてボコボコにされてからのこのシーンだったので、時間切れというより KO された感が強い気がして、時間切れ感がより出てたのは第6話のツインテール&グドン戦でしたね。アキちゃんを含めて5人の一般人が地下に閉じ込められている時にツインテールの卵を爆破する計画が進行していたので、戦闘に入る前からなんとなく早く助けないとって時間に追われている感があったんですよね。で、最初ツインテールと対マンだったんですけど、その時点でかなりの速度でピコンピコン鳴り出してめちゃめちゃせかされていたところに絶望のグドン登場って感じで夕日を背に消えていったあのシーンが非常に印象的でした。もう少し早くグドンが出てきてツインテールと潰し合っててくれればこうはならなかったかもしれないのに、グドンのバカ。はい、他にもたくさんあるんですけど、平成で言うと最初に思い浮かんだのはウルトラマンティガ第19話のゴムニュギガ戦ですかね。突然人間サイズの鎧みたいなやつらが深夜徘徊しだしてカオスなことになっていたんですけど、ガッツが頑張って回収したそいつらが合体して巨大になったのがこのゴブニュギガで、海底でティガと戦闘になります。このゴブニュギガかなり強くて、先日公開したもしレイオニグスになったら相棒にしたい怪獣の動画の海担当の候補に実はなっていました。それほど強いのでパワータイプでもパワーで押されたり、ティガはかなり時間とエネルギーを使わされます。で、なんとか片足をもぎ取って倒せそうかなって時にこのゴブニュギガがなんと自爆しようとしたんですよね。どうせ負けるんだったら最後にめちゃくちゃしてやろうというたちの悪いあれです。この時点でピコンピコンの圧がすごかったんですけど、近くに TPC の基地があったんでティガがやばいって感じでゴブニュを持ち上げて空に運んでいこうとしている最中に空中でティガがふわって消えちゃうんですよね。このシーンは本当に時間ギリギリまで精一杯頑張ってくれたなっていうシーンで非常に印象に残っています。爆発は空中だったんで無事基地は守られましたけど、ティガが消えちゃったんで当時の子供たちは泣いていたかもしれないですね。ちなみに月くんはこの時すでに結構大きかったのとひねくれていたのもあって目はカラッカラでした。で、このシーンはカラオケに行くとカラオケの映像でめちゃめちゃ流れます。同じく平成で印象に残っているのはウルトラマンメビウスの第48話のインペライザー戦ですね。これは時間切れというよりかはエネルギー切れ感の方が強い感じですけど、いろいろと非常に印象に残っている戦いでした。このインペライザーというロボット怪獣なんですけど、以前第29話30話にも登場しているんですよね。で、その時にめちゃめちゃ苦戦したメビウスを代表する超強敵なんですよ。当時のメビウスでは1対1では勝てなくて、太郎やガイズに助けてもらったりして本当に苦労してやっと倒した怪獣だったんですよ。それがなんとこの48話では13体出てきます。いや無理。本当にこの時は絶望しましたね。
でもメビウスは諦めずにメビウムダイナマイトとかを駆使して本当に命を燃やしながら頑張って何体か倒すんですけど、次から次へと出てくるんで、ついにメビウスは消えてしまいます。この一連のシーンが本当に当時の子供たちテレビの前で叫びながら応援してたんじゃないかっていうほど胸が熱くなるシーンでした。ニュージェネ世代のみんな、インペライザーはめっちゃ強いんだぞ。はい、ニュージェネ作品では変身解除させられた KO 負けと時間切れとエネルギー切れの違いが曖昧なシーンがたくさんあって判断が難しかったんですけど、これぞ時間切れ、エネルギー切れというシーンもあります。それがウルトラマンオーブの第4話のマガパンドン戦ですね。太陽みたいに丸くなって上空に浮いていたマガパンドンのせいで気温が爆上がりして人々がバタバタ倒れまくる非常事態になっていて、なんとかするためにオーブが変身します。けどオーブ水流もスペリオン降臨もスペリオン光線も何をしても太陽状態のマガパンドンに古無視されてどんどん時間が経過していくんですよ。で仕方ないからバリアでガードしながら宇宙空間まで押していって地球から遠ざけてくれている途中でタイムオーバーになってしまいます。まあ T が5分入パターンですね。この時は消えたりしないでウルトラマンの姿のまま地球に落下していました。マガパンドンは太陽状態だったので一切オーブは直接攻撃を受けていないので、ある意味今までで一番の時間切れエネルギー切れのシーンと言えるかもしれません。ニュージェネで言うと他にはゼロビヨンドとダダカスタマイズ戦もゼロという圧倒的強者がダダとレギオノイドという強いイメージがない相手にというインパクト込みで非常に印象に残っています。ウルトラマンたち、我々人類と地球のためにいつもありがとうございます。はい、こんな感じで KO 負け、力負けとは違う時間切れ、エネルギー切れの印象に残るシーンたちでした。まだまだたくさんあると思いますので、当時の思い出とともに皆さんのコメントもお待ちしています。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。